皆さんこんにちは。小垣子です。今日はこちらの中がモフモフのスリッパの作り方をご紹介したいと思います。このスリッパは中がモフモフしているだけではなくって、実はこの素材ウール 100% になります。なので中がモフモフしていて気持ちいい、プラスとってもあったかいスリッパになっています。で、このモフモフは何だと言いますと、羊毛フェルトになります。日本だと100円ショップとかでも売ってるかと思うんですけれども、袋に入った綿菓子みたいなもので、普段だとウサギとかクマとか長い針でブスブス刺しながら作ったりする羊毛フェルトになります。今回はその羊毛フェルトを少量ずつちぎって、それをよって、これはスラムと呼ばれるものなんですけれども、そのスラムを編み込みながら編んでいった作品になります。なので、羊毛マスコットと同様、これも後ほどだんだんフェルト化して全部くっついていくはずです。で、今回私は外側も自然派のあったかい素材を使いました。外のグレーの部分はほぼアルパカです。なぜほぼかと言いますと、途中で毛糸が足りなくなっちゃったので、ここら辺はちょっとウールを足したんですけれども、今回の作品は外側もなるべく自然派のあったかい素材を使うことをお勧めします。そうすると、この白い羊毛フェルト同士だけではなくって、その羊毛フェルトとこのグレーの部分ですね、こちらも一緒にフェルト化されて、より一層しっかりしたあったかい作品ができるんじゃないかなと思います。ただここで1点気をつけてほしいんですけれども、この外側、ウールなりアルパカなり何でもいいんですけれども、選んでもらうときに洗濯機で洗濯可能というウールなどは避けるようにしてください。洗濯機で洗濯可能なものはわざと毛糸同士がひっつかないように、フェルト化されないように加工されているようなので、今回はむしろ逆でフェルト化してほしいので、そのような洗濯機で洗濯可能ではないウールなどの暖かい素材をお選びください。材料はこちらになります。スラムを作っていく羊毛フェルトがこちらになるんですけれども、今回私はこのフェルトを 50g 用意しています。そして毛糸の方は肌触りが気持ちよくてあったかいかなと思ったので、こちらのベイビーアルパカの毛糸で編んでいこうと思います。こちらは1玉が 100g とあるんですけれども、これを私は2玉準備しています。で、帯には6mm の針とあるんですけれども、私は今回こちらのちょっと太めの毛糸をさらに2本取りにして編んでいこうと思います。で、編み地をちょっとしっかりさせたかったので、きつめに編みたいなということで 8mm のかぎ針で編んでいこうと思います。皆さんはお好きな毛糸、またそれに合わせたかぎ針で編んでいってください。で、あと必要なものはハサミ、とじ針、ステッチマーカーになります。ではまずスラムを作っていきたいと思います。私はこの羊毛フェルトをだいたいまず15センチぐらいに切りました。そしてこの切ったフェルトをどのぐらいでしょうかね、皆さんお好きな太さで作ってもらったらいいかと思うんですけれども、適当な太さを取って、でこれで後ろが白いかちょっと分かりにくいですかね。毛糸を後ろに置いてみましょうか。これを8の字を作るように真ん中に端っこを持ってきて、反対側も真ん中よりちょっと上ぐらいですかね、持ってきて、でこの中心部分を指と指でぐる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 っとよる感じですね。これでスラムが一つ完成です。で出来上がったスラムはだいたい5センチぐらいになるんじゃないかなと思うんですけれども、そうですね、だいたい5センチぐらいになるようにひたすらこのスラムをまずは作っていきたいと思います。では編んでいきたいと思います。私は糸を2本取りにして編んでいきます。まずは作り目をします。
そしたらここから鎖編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、5と編みました。ちなみにこの鎖編みの長さは私の場合だいたい5センチになっています。では続いて1段目を編んでいきたいと思います。ここから細編みになるんですけれども、早速このスラムですね。すいません、今のはスラムじゃなくて猫なんですけど、これがスラムです。はい、このスラムを挟んで編んでいきたいと思います。で、このスラムは細編みを2目編む時に1つ挟んでいく感じになります。なので最初のうちは増し目とかもしながら編んでいくので、ちょっとややこしくなってしまうかもしれないんですけれども、細編み2目に対してスラムは1というリズムで編んでいきたいと思います。では、立ち上がりの鎖してないですよね。1、2、3、4、5。はい。では、立ち上がりの鎖、まず1目をします。そしたら針から数えて2番目の目。これですね。この鎖に針を入れます。で、今回私は、上の片山と裏山の2本を拾う感じで針を入れたいと思います。そうしたら早速スラムを挟んで編んでいきます。スラムを挟む場所はこの糸の後ろにスラムを置いて、で絡める感じっていうんですかね。で針に糸をかけて、でこの時は毛糸のみ、スラムは挟まないで毛糸のみに糸をかけて針を持ってきます。そしたら細編みなので針に糸をかけてこの2本を引き抜きます。でこれが1番目の目になるので、このてっぺん部分ですね、ここにステッチマーカーを入れておきます。そしたら次隣の目なので、この部位を見てこれの片山と裏山を拾う感じで針を入れて、その上にスラムを寝かすような感じで糸をかけて持ってきます。で細編み、そしたらちょっと糸のバランスが良くないので、そしたら糸じゃないですね、スラムのバランスが良くないので、ちょっとスラムを引っ張ってみたりしながら、次の目この部位を見て針を入れて、そしたら今、もうこのスラムは細編み2回編んだので、次のスラムに行きたいと思います。スラムを挟んでというか寝かしてという感じですかね。で糸をかけて持ってきます。で細編み、そしたら表から見えちゃってますね。そしたら次の目でスラムを挟んで糸を持ってきて2本引き抜く。そしたら次5番目の目になると思います。最後の目なんですけれども、今回は楕円形をまず編んでいきたいと思うので、最初の目と最後の目のみで増やし目をしたいと思います。なのでこの5番目の目には、鎖編みを3目入れたいと思います。なのでまず最初針を入れたら、新しいスラムを持ってきて細編み、そしたら同じ目にまた針を入れて、スラムも同じスラムを挟んで糸を持ってきて編んだら、次また同じ目に針を入れて、同じスラム使ってもらってもいいんですけど、私は今回2目ずつというルールを自分で設けたので、次また新しいスラムを持ってきて挟んで、糸端も編みくるめるようにスラムと糸端が両方ゴロンと横に寝る感じにして
糸を持ってきます。でスラムを挟まないように糸を持ってきて細編み、そしたらこの5番目の鎖には細編みが3目入ったので、作品をこうひっくり返す感じっていうんですかね、180度回すような感じで、今度は鎖編みの先ほど使わなかった1本のところですね、ここを使って細編みを編んでいきたいと思います。ここの次の目はこれですね。なので針を入れて、このスラムはまだ1回しか使ってないので、スラムを同じものを挟んだまんまにして細編み、そしたらその隣の目、ここですね、そこに針を入れて新しいスラムを持ってきて、糸端は編みくるめるようにスラムを置いて、で糸をかけて持ってきます。で細編みで、隣の目にも同じく針を入れて編んだら、次最後の目になります。一番初めの細編みを編んだ目ですね、ここの最後の目に、細編みを2回入れたいと思います。なので1、2、3と こちら側の端っこも細編みが3目入るようにしたいと思います。針を入れてスラムを持ってきて、細編みで、ちょっと白いのが見えちゃってるなと思ったら、見えてても別にいいんですけど、ちょっとスラムを引っ張ったりなんかしてコントロールをして、同じ目にもう一回細編み、これで1段目が完成です。続いて2段目を編んでいきたいと思います。で今回私は段の初めですね、引き抜き編み立ち上がりの鎖はせず、ぐるぐる螺旋状に編んでいきたいと思います。で2段目の最初の目はこのステッチマーカーが入ってる目になるんですけれども、2段目は最初から早速増やし目になります。なのでステッチマーカーを取ったら、そのステッチマーカーが入っていた目ですね、よいしょ、ここに細編みを2回編み入れます。スラムを挟んで1回で、同じ目に2回と編んだら、今編んだ細編みのうちの1番目の目ですね。なのでここではなくてその隣の目ですねにステッチマーカーを入れておきます。そうしたら1目ずつの細編みを3回編んでいってください。細編み、もちろんスラムを挟みながら細編みを3目編み終わりました。そしたら次の3目をすいません、揺れてますね、増し目をしながら編んでいきたいと思います。1つの目に細編みを2目ずつ入れていきたいと思います。なんですけれども、スラムが今挟まってるスラムが1目分なので、次の増し目の1回目がこのスラムの2回目って説明が下手っぴですね。スラムを1回編んで、もう1回同じ目に細編みを入れたいんですけれども、その時新しいスラムを入れて編むようにしていきます。なので次隣も細編みを2回編み入れたいんですけれども、その時1回は前の目で使ったスラム、もう1回は新しいスラムみたいな感じになります。よいしょ。そして、増し目を1、2、3と編んだら、1目ずつの細編みを3目編んで、残り2目になると思います。そしたらそこも増し目1つの目に細編みを2回ずつ編んでいってください。
でスラムはいつも2目で1つ使うようにしていきます。2段目編み終わりました。どの段も偶数目あるはずなので、毎回スラムを2目編み終わった状態で終わるはずです。続いて3段目なんですけれども、3段目もまだ増やしてこの楕円を大きくしていきたいと思います。3段目も同じくスラムは細編み2つで1つ使うようにして、編み方なんですけれども、すいません、猫くんがめっちゃうろうろしてますね。はい。増やし目を最初にします。そしたら1目ずつの細編みを4目編みます。なので1,2,3,4と編んで、そしたらここから増し目、1つの目に細編みを2回入れるというのをして、1目の細編み、増し目細編み増し目細編みと3回します。そうしたら細編みを1目ずつの細編みを3目します。そして最後、1,2,3,4と残っているので、増し目細編み増し目細編みと編んでいってください。3段目編み終わりました。これで私は増やし目終わりにしたいと思います。私の楕円形、今のサイズは一番長いところが横幅10センチぐらいで、高さが6センチぐらいになります。これは多分レディースのスモールサイズぐらいかなと思います。なので、皆さんもちろん私とは違う糸を使っていると思うので、この楕円形増やし目をもう一段するなどとして調節していってください。そしたらここからは、増減なしで編んでいきたいと思います。私の場合今1段につき24目あるので、増減なしで細編み24目の段を足を入れるとこまでなので、大きい、ちょっとズーム変えます。はい、足を入れるとこまでなので、ここまでですね、こう今編んでいっているので、私の場合増減なしの段を16段なので、4段目から19段目までぐるーっとずっと編んでいきたいと思います。で、私はいつも段を編む時、こういう螺旋状の丸を編んでいく時ですね、いらなくなった糸を毎段こう表裏と挟むように並縫いのようにして挟んで編んでいきたいと思います。19段目まで編み終わりました。ご覧の通り段の最初の部分がだんだん曲がってきているんですけれども、次編み始めのところで整えられるので、それは問題がないかなと思います。では次の段から足を入れる部分を作っていきたいと思います。ここからはぐるぐるぐるっと螺旋状に編んでいくのではなくって、往復編みで編んでいきたいと思います。私の場合今1段につき24目あります。で、まず考えたいのがどのぐらい足を開ける部分を開けたいかを考えていってください。私の場合はここですね、ここの開ける部分斜めぐらいがいいかなと思ったので、24-7ということで17目、ここの往復編みは編んでいきたいと思います。なんですけれども、もちろんここから17目を編んで往復編みをしたら空き部分がすごいおかしなところになってしまうので、まず最初斜めを開けると考えた時に、どこからどこまでの斜めを開けたらいいかを考えていきたいと思います。そこを考えたところ、私はまず4目、ちょっと段の考え方からしたら中途半端になるかもしれないんですけれども、螺旋状なので問題ないかと思います。まずは4目を普通に、もちろんスラムを挟みながら編んでいって、そこから往復編みで、1段につき17目編んでいきたいと思います。ではまず普通に4目細編みで編んでいきます。20段目4目編み終わりました。そしたらこれで20段目は終わりということにして、21段目編んでいきたいと思います。まず最初ここからは往復編みなので、立ち上がりの鎖1をして作品をひっくり返します。で、21段目は裏面を見て編む感じになります。今までスラムは全部後ろに出るように編んでいたんですけれども、今度は手前側に出るように編んでいかなくてはいけません。そしたらまず一番最初の目
スラムが出ちゃってますけど、ここになりますね。この目に針を入れる前にまずスラムを挟みます。手前側にスラムを入れて、で1番目の目に針を入れて、ちょっと針に入っているループが緩くなりすぎてますけど、締めて、で細編みを編みます。表側に響いてないのを確認して、そしたら隣の目、次の目ですねはここになりますね。今入れたのがこちらになるので、その隣の目に針を入れて、スラムを手前側に巻き込むような感じにして細編み、そしたらまた隣の目スラムを挟んでから針を刺すように、ちょっと針を入れるとこが見にくくなるんですけれども、そしたら隣の目、ここですね、入れて、そしてまたその隣、こんな感じで裏面は編んでいってください。時々表側を見て変にスラムがピヨンと飛び出たりしてないことを確認してください。こんな感じで私の場合は17目ですね、編んでいきたいと思います。で、17という数字でお気づきかもしれないんですけれども、奇数の目の数になってしまいます。なので私はもうシンプルに17番目、最後の細編みはスラムを挟まずに、1、2、3、4とこうスラムを挟んでいくんですけれども、17番目のみスラムを挟まずに編んでいきたいと思います。21段目細編みを17目編み終わりました。ご覧の通りお分かりいただけますかね。最後の1目にはスラムを挟まず編んでみました。そしたら次22段目なんですけれども、鎖1で作品をひっくり返して、22段目は表を向いている状態なので、今までこのボディを編んでいたのと同じ感じですね。スラムを後ろに挟むようにして細編みを編んでいってください。細編みの数は前の段と同じ数なので、私の場合は17目編むことになります。そしたらこのまんま、増減なしの細編みを何段か編んでいくんですけれども、どこまで編むかといったら、こう履いてみて、皆さんがご試着をされてみて、かかとが隠れるぐらいまでの長さ、これは手なので当てにならないんですけど、このぐらいですかねの長さまで編んでいってください。私は21段目から28段目まで増減なしの細編み17目表裏と編んでいきたいと思います。28段目まで編み終わりました。ちょっとお気づきになりますかね。途中で毛糸の方がなくなってしまいました。なので2本取りのところを1本取りにして、本来今まで使っていた毛糸がこちらなんですけれども、それに似たような毛糸、ちょっと細めなんですけれども、似たような毛糸があったので、それを足しながら編んでいきたいと思います。では続いて29段目です。29段目、30段目と減らし目をして、このかかとの閉じる部分ですねを作っていきたいと思います。ではまず鎖1をして作品をひっくり返します。そしたらスラムを挟みつつ、まずは細編みを2目編みます。そしたら次、細編みを3目編むんですけれども、ここで私はスラム1つに対して細編みを3にしたいと思います。ここら辺は臨機応変に皆さんのお好きなような挟み方で編んでいってください。そしたら次、減らし目をします。細編みの2目1度です。で、今回はその2目1度でスラムを1つ使いたいと思います。挟んで最初の目
見えないですね。最初の目はここになりますって見えてないですかね。最初の目はここですね。スラムを置く前に狙いを定めておいて、で針を入れて糸を持ってきます。そしたらそのまんま、次の目に入れてもいいんですけれども、よりスラムが取れないように絡まるようにしたいなということで、私は次の目に針を入れる時にスラムを下に持ってきて、で次の目に入れたいと思います。で糸をかけて、で針に糸をかけて、この3本を引き抜きます。よいしょ。これで細編みの2目一度ができて、次今度は細編みの3目一度をします。なのでスラムの入れ方はもうフリースタイルでいいんじゃないかなと思うんですけど、そしたら次は、1番目の目に針を入れて、スラム入れるの忘れましたね。すいません。スラム挟んで1番目の目に針を入れて糸をかけて持ってくる。で2番目の目に入れる時はスラムを手前に倒して2番目に入れて、そして3番目並縫いのようにいきましょうかね。3番目はまたスラムを挟みたいので入れて、スラムの下を通る感じで針を入れて糸をかけて持ってきます。そしたら針にかかっている糸すべてを引き抜きます。これで細編みの3目一度ができて、そしたら次また細編みの2目一度をします。スラムを持ってきて、糸を持ってきたらスラムを手前に倒して糸を持ってきて、で3本を引き抜きます。よいしょ。そうしたら残り5目になってると思います。そしたら先ほどと同じですね。1目ずつ細編みを5目編んでいくんですけれども、スラムは3つで1つと2つで1つ挟んで編んでいきたいと思います。29段目編み終わりました。続いてラスト30段目を編んでいきたいと思います。そしたら鎖1をして作品をひっくり返して、そうしたら細編みを3目編みます。で3目で1つのスラムを使っていきたいと思います。まず最初の目に針を入れて、でスラムを持ってきて、1、2、なんかもうもしゃもしゃになっちゃってますけれども、なるべくスラムを表に引きずり出さないように気をつけながら、3と編んだら次減らし目をします。前の段と同じですね。細編み2目一度と3目一度と2目一度をします。そして最後3目余ってると思うので、スラム1つを使って細編みを編んでいってください。30段目編み終わりました。危うくまた毛糸がなくなるところでしたけれども、ギリギリ間に合いました。そしたらあとはすいません、ここの縫い目のところですね、一番目の上のところをとじ針を使ってくっつけていったら終了ということになります。もふもふのスリッパ無事に完成しました。最初の方といいますか、実は心配してたのはスラムが足りなくなるんじゃないかなって方だったんですけれども、実際足りなくなったのは毛糸の方でした。ラッキーなことにすごい似てる色の毛糸が家にあったので、そこまで毛糸継ぎはぎをした感はわからないんじゃないかなと思っています。はい、これはどんどん履いていくうちにどんどんフェルト化して、すごいあったかくなるんじゃないかなと今からワクワクしています。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。
では、ありがとうございました。バイバーイ。